恐竜の物語というと、多くの人はあの巨大なティラノサウルスや首の長いブラキオサウルスを思い浮かべるでしょう。派手で力強くて、まさに地球の主役。でも、その物語の本当の始まりは、全く違う場所にあるんです。恐竜の始まりは華やかな誕生ではありませんでした。それはむしろ地球が一度死にかけた日から始まります。今日はまだ恐竜が一頭もいないその前夜の物語をお話しします。今からおよそ2億5200万年前、地球の長い歴史の中でも最大の絶滅が起きました。あまりに多くの命が失われたので、後の人はこう呼びます。ザ・グレイト・ダイング、大いなる死、と。一体何が起きたのか。そして、その最悪の日が、なぜ恐竜たちの時代の入り口になったのか。実は、この絶滅の物語は、恐竜が主役になる時代、三畳紀の一番最初のページなんです。さあ、恐竜が生まれる前の地球へご案内しましょう。舞台は恐竜が現れるよりも前の時代、ペルム紀と呼ばれる約3億年前から2億5200万年前までの世界です。まだ恐竜はいません。空を飛ぶ鳥もいません。でも地球はすでにたくさんの命で溢れていました。この頃の陸地は少しずつ一つに集まりつつありました。後にパンゲアと呼ばれる超巨大な大陸です。海を渡らなくても歩いてどこへでも行けるたった一つの陸。世界は大きくつながっていました。そしてこの時代の陸の主役は恐竜でも普通の爬虫類でもありませんでした。探求類、実は私たち哺乳類の遠い祖先にあたる仲間たちです。彼らがこの頃地上を支配していたんです。中にはサーベルのような牙を持つ恐ろしい捕食者もいました。ゴルゴノプス類と呼ばれる当時のトップハンターです。がっしりとした体で獲物を狩る、まさに時代の王者。彼らの世界は揺るぎないもののように見えました。海の中も負けてはいません。サンゴ礁が広がり、三葉虫をはじめ、たくさんの生き物が泳いでいました。陸も海も命に満ちた豊かな世界。でも、その足元で静かに異変が始まっていたんです。異変が起きたのは今のロシア、シベリアのあたりでした。地面の割れ目からドロドロに溶けた岩、マグマが溢れ出し始めたんです。それも私たちが想像する火山の噴火とは桁違いのスケールでした。この火山活動はシベリアトラップと呼ばれています。吹き出した溶岩はなんと日本列島の何倍もの広さの大地を分厚く覆い尽くすほど、まるで大陸そのものが燃える血を流しているかのようでした。しかも、たった一度で終わりではありません。この噴火は数十万年もの間、断続的に続いたと考えられています。1日や2日の災害ではない。気の遠くなるような長い時間、地球は溶岩を吐き続けたんです。本当に恐ろしかったのは、溶岩そのものではありません。この噴火が空へ吐き出した大量のガスの方でした。二酸化炭素や体に有毒なガスがとてつもない量、大気にばらまかれていったんです。まず起きたのは地球の温暖化です。大量の二酸化炭素は地球を覆う毛布のように働き、熱を閉じ込めます。世界全体の気温がじわじわと上がっていきました。
生き物にとって暑すぎる世界の始まりです。暑くなって困るのは陸だけではありません。海もまた温められていきました。実は水は暖かくなるほど酸素を溜め込めなくなります。つまり海の中の酸素がどんどん減っていったんです。魚たちは息苦しい世界に追い込まれました。さらに二酸化炭素の一部は海に溶け込んでいきます。すると海の水は少しずつ酸性に傾いていきました。これが貝やサンゴのように殻や骨格を持つ生き物を直撃します。彼らの体そのものが溶けやすくなってしまうんです。温暖化、酸欠、そして海の酸性化。一つでも大変なのに、これらが同時に、しかも次々と連鎖していきました。ドミノ倒しのように、一つの破局が次の破局を呼んでいく。生き物たちは逃げ場を失っていったんです。陸の上では熱波と乾燥が森を襲いました。木々が枯れ、土がむき出しになり、大地は少しずつ命の色を失っていきます。かつて緑と生き物で溢れていた世界が、まるで別の惑星のように変わっていったんです。そして、ついに生命の大量絶滅が起きます。最も大きな被害を受けたのは海でした。海に暮らしていた生き物のうち、実に9割以上が姿を消したと言われています。9割です。ほとんどの命が失われてしまったんですね。あれほどたくさんいた三葉虫も、この時、地球から完全に消えてしまいました。3億年近くも海を泳ぎ続けた大先輩たちです。長い長い歴史を持つ生き物でさえ、この絶滅の前ではなすすべがありませんでした。陸の上も無事では済みませんでした。背骨を持つ動物、つまり私たちの仲間たちも、およそ7割が姿を消したと考えられています。サーベルの牙を持つ王者、ゴルゴノプス類も、この時代とともに静かに退場していきました。森が消えたことは、地層にもはっきり残っています。この時代の地層からは、木の花粉がほとんど見つからず、代わりに枯れた植物を分解する菌の痕跡が急に増えるんです。地球が腐りかけていた証とも言えます。海の9割、陸の7割。ここまでの絶滅は地球の歴史の中で後にも先にもこの一度きりです。生命はほとんどゼロからのやり直しを迫られました。この星は本当に死の一歩手前まで追い詰められたんです。でも、これほどの破局の中でも命は完全には消えませんでした。わずかでも生き延びた者たちがいたんです。地球は死にかけた。けれど死にはしなかった。ここから物語は少しずつ息を吹き返していきます。その代表格がリストロサウルスという生き物でした。体長は1メートルほど。ずんぐりとした体に2本の牙を持つ草食の短球類です。見た目は決して強そうではありません。でも、この地味な生き物が荒れ果てた世界の主役になっていくんです。絶滅の後の世界で、リストロサウルスは驚くほど数を増やしました。ある時代の地層を調べると、見つかる陸の動物のほとんどがこの一種だったというほどです。ライバルの消えた世界を彼らは独り占めにしたんですね。なぜこの生き物が生き延びられたのか、はっきりとは分かっていません。ただ、地面に穴を掘って潜る習性があり、
過酷な暑さや乾燥をしのげたのではないか、とも言われています。派手さよりもしぶとさ。それが、この時代を生き抜く鍵だったのかもしれません。強いものが生き残るとは限らない。時には、地味でしぶといものこそが、次の時代への扉を開く。生命の歴史は、そんな意外さに満ちています。大絶滅は、確かに悲劇でした。でも、生き物の歴史には、もう一つの見方があります。たくさんの生き物が消えた、ということは、たくさんの隙間が地球に生まれた、ということでもあるんです。かつて王者が占めていた場所も、豊かな海の暮らしも、ぽっかりと空いてしまいました。誰かが去った後の世界は、次にやってくる者にとっては、大きなチャンスの舞台でもあります。このガラ空きの世界を次に手にするのは一体誰なのか。実はこの後、この空いた世界をめぐって新しい生き物たちの競争が始まります。そのうちの一つが後に恐竜と呼ばれる小さな生き物の祖先たちでした。ただし、この時点ではまだ主役でも何でもありません。ほんの脇役です。大絶滅がなければ、王座はずっと埋まったまま、恐竜たちが表舞台に立つ日も来なかったかもしれません。つまり、恐竜の物語は、この大いなる死があったからこそ始まったんです。今日は、恐竜が生まれる前夜の物語をお届けしました。地球が死にかけた史上最悪の絶滅。そして、そこからしぶとく立ち上がった命のたくましさ。この荒れ果てた世界こそが恐竜たちのスタート地点だったんです。次回はいよいよこのガラ空きの世界が舞台です。恐竜がそっと歴史に登場します。でも、この時代の本当の王者は、実は恐竜ではありませんでした。それが誰なのかは、次回のお楽しみに。今日は長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。